一条天皇と貞子。光る君へに学ぶ日本史。引き離された不運な二人。一条天皇が11歳で即位すると、14歳の藤原貞子が天皇のもとに入内して中宮となった。一条天皇と貞子のその後を詳しく見ていこう。藤原貞子は976年、承元元年、道隆を父、高階孝子を母として生誕した。一方の一条天皇は延佑天皇と藤原明子の第一王子として980年、天元3年に生まれている。貞子の祖父の兼家が摂政太政大臣となった時、その嫡子道隆と貞子ら一家の栄華は約束された。貞子は14歳になった990年正暦元年の正月、11歳で元服した一条天皇の添武士として入内し、2月には女御となっている。添武士とは東宮、王子などの元服の夜、添い寝する女性のことである。通常は添武士の女性がそのまま中宮になることが多かったという。一条天皇が即位すると、藤原兼家は摂政となり、やがて嫡男の道隆も後に摂政となっている。15歳になった貞子は中宮に入り、貞子の兄で18歳の惟親が参議に任命された。また道隆の弟道兼は内大臣、道長は権大納言に任命されている。一条天皇の母明子は皇太后となり、東三条院という尊称を与えられ、上皇待遇を受けている。臣下の夫人でこの尊称を受けたのは、彼女が日本で最初で、女院の初めと言われる。一条天皇の在位は25年にわたるが、その間兼家の藤原九条流は最盛期を迎える。この年の5月に病がした兼家の後を受けて、道隆は一時関白、ついで摂政となっている。これは後年中関白家と言われたこの道隆一家の短い我が世の春の始まりであった。父道隆の優れた容姿と気品ある心ばえ、そして明朗さ、母高階孝子の当時でも評判の秀でた学才を貞子は引き継いだ。さらに美貌を兼ね備えた貞子は、漢詩、和歌、琵琶を得意とする女性に成長し、一条天皇の愛を一身に受けた。この中関白家の文芸を好む華やいだ雰囲気は、貞子の後宮に歌心ある赤染右衛門など優秀な女房たちを多く集めた。中でも993年正暦4年頃に出仕した清少納言は、貞子の聡明な才に支えられて、彼女特有の当意即妙の才を遺憾なく発揮している。この文学的詩的な環境は、公卿殿上人の参加とともに風雅と趣向に彩られた華麗な宮廷サロンを形成した。そしてこの華やいだサロンの様子は、清少納言の枕草子に漏れることなく綴られている。宮中では国風文化が花開き、
藤原氏による摂関政治はピークを迎えた。その一方で一条天皇をはじめ宮廷では叙位と任官だけ行うことになった。そして政治はすべて藤原氏の政所で行われ、そこの下し文や御行所が天皇の遷事に代わって権威を持つようになる。藤原氏の政所は元来荘園の事務を取る役所であったが、今では太政官同様の権限を持ち、摂関家は事実上の天皇家となったのである。しかし藤原氏の独占と傲慢さは貴族と庶民にかかわらず、人々に精神的な腐敗と大敗をもたらした。そのため朝廷では神仏陰陽道の儀式と宴会、詩歌の集まり、博打、競馬、相撲、寺社参り、名称見物という遊びばかりが行われた。さらに酒好きの道隆は1年間にしばしば大酒を飲む会も宮廷の正式な儀式として催した。またすべての行事の後には歌舞、音楽や酒宴が続き、多くの禄が出席者に分配された。そしてこれらの儀式も宴会も非常に形式主義であって、小宮流の藤原実資は公務は滑稽な芝居のようだと小遊記で批判している。宮中の催しは1年に300種に上り、夜から朝まで行われ、宮中は不夜城であった。一方、地方では悪徳頭領たちの過酷な税の取り立てで、庶民たちの疲弊はピークに達していた。そのため当然、このような状況が長く続くはずもなく、関白道隆が病に倒れることによってその終焉を迎える。道隆は多量の飲酒によって持病の糖尿病を悪化させて重病となった。そのため道隆は関白の座を嫡男の惟親に引き継ぐことを望んだが、一条天皇と東三条院明子は腐敗した中関白家が引き継ぐことを許せなかった。また東三条院は惟親が関白になると高子の実家高階家が台頭してくることを恐れた。藤原道隆は995年長徳元年、惟親を後継者にすることができないままに逝去する。東三条院は一条天皇の即位に貢献した道兼を関白にするが、道兼は疫病のためすぐに没してしまう。そのため道長と惟親が後継者争いを繰り広げるが、東三条院に押された道長が最終的には勝利する。さらに惟親と弟の高家は東三条院を呪詛したり、火山法皇に誤って矢を射るという不敬を行う。そのため一条天皇は惟親たちを流罪にしようとしたが、貞子が兄と弟をかばって自らの邸宅にかくまった。惟親と高家の兄弟は病気といって都にとどまり、中宮のところに隠れているのを発見され、ついに九州へ送られた。このため中関白家は没落し、貞子は後ろ盾を失ってしまう。このことにショックを受けた貞子は一条天皇の子を身ごもったまま出家してしまう。
貞子はやがて皇女を出産したため、コレチカたちは都に戻されている。そして一条天皇は愛する貞子を漱石でありながら参内させている。宮中に復帰した貞子はまた解任したため、道長はまだ12歳の娘明子を慌てて入内させている。貞子は皇女に続いて次には一条天皇の第一王子である敦康親王を出産している。道長の要望により貞子は皇后となり、明子が中宮となる二皇並立が成立する。そんな中、再び解任していた貞子は1001年長保3年に次女の内親王を出産するが、その翌日に容体が悪化して亡くなった。25歳であった。一条天皇は道長を恨んだと言われるが、在位中に感情を表に出すことはなかったという。しかし一条天皇の崩御後に道長は天皇の手箱から次のような内容の漢詩を書いた紙を発見する。蘭が茂ろうとしても強風が枝を折って茂らない。それと同じく天皇の権威は悪心がいては行き渡らない。道長はさっとその紙を破り捨てたという。道長は晩年の数年間は病と怨霊に苦しめられたが、貞子と一条天皇の生前の姿が脳裏をよぎったのかもしれない。